ことがこうか、この違い、木目もこんなくっきり出るんだね、削ると。お疲れ様です。お疲れ様です。今日やるのは、はい。ここにある一枚板、はい。こちら何に使ってたか覚えてますか？ヤギの遊び場か。はい、そうですね。割とボロボロだから捨てちゃおうと思ってたんです。意外とまだ使える部分があるのかもということで。はい。まあでもほんと結構ボロボロなんだけどね。だからうまいことこのボロボロじゃない部分をくり抜いて、そこをちょっと磨いて、なんかまあミニテーブルかなんかねできればなと思って、ちょっとやるだけやってみようってことで。そうね。ちょっとここら辺はほんとすぐ多分割れちゃうから、なんならこの後ろの方はすでに割れてるしね。でこんぐらいすでに傷んじゃってる板だから、ちょっと丸々使うっていうのは無理だったんで、はい、くり抜いてちょっとやってみましょうってことで。はい、じゃあ弟さんカットをお願いします。はい。じゃあカットシーンはカットで。うまいことしただから買っといて、キットカット。そんなこと言われたらカットなるよ。負けたくないというダジャレね、自分の葛藤がね。じゃあ切ってきます。はい、お願いします。このまま持ってくると、わあ、いった。これでいいかな。自然な感じで割れてくれてよかった。裏はこんな感じです。ここからどんな一枚板になっていくでしょうか。それでは続いてサンダー書きをしていきます。はい。一枚板もね、ほんとちゃんとしたのを買おうってなるとめちゃくちゃ高いからね。そうだね、ほんと。屋久杉とかの一枚板、まあもっとすごい分厚くてでかいやつだけど、とか1億とかするやつあるらしい。1億？でもやっぱもう分厚くてでかいやつとか他にも何千万とかの一枚板あるらしい。普通にそんぐらいするんだよ。一枚板1枚で1億。いな。まあもう分厚さとかもでかさが違うけどね。やばいね。サンダー楽器は交代やっても交代いく。じゃあまあそのまま今手袋持ってるんで、一応ね60、80、180で240で300。60これ今。今60。これでね。はい、じゃあまずは、はい、ではお願いします。猫の鳴き声みたいな。
とりあえず半分できた。まだまだちょっとまあ全然違うけど、わかんない。ちょっと手が今しびれてて全然わかんない。やるんだ。でも全然ツルツルだよ。なんだすごくロケットストーブがどんどんねやっていきます。60で全部かけれました。はい。包帯かな、手が限界だから。よし、じゃあやってきます。一番粗いやつではけてるから、まあその2回目のあれもやって、まあ、ある程度全体がこういう風に均一になってきたら、そんなに長くやらずに、次のってやってる。最初ほどはじゃあそんな。最初が一番時間かかる。オッケーオッケー。でもいいね。でなんか綺麗になって色が変わってきた。了解了解。次が125。そうだね、125。80度。ラストが320。よし、いいかな。オッケー。ちょっとタオルで拭きまして、この木くずを拭きの、これ濡れたタオルもあるから、これで
うわやばいもうツルツル。ルツルすごいね。ヤギが乗ってたあの板とは思えない。この一回これにちょっとはめてみようよ。この最初のあれとああ、どんぐらいそうね。これをね。元がこうか。この違い、木目もこんなくっきり出るんだね、削ると。全然違うわ。まだ裏はできてないけど、うん。裏と側面が、超ザラザラっていうか普通にほんとあれだけど、じゃあツルツル。いや、これはなんか勉強机の木って感じ。そう勉強机もっとだって勉強机に座ったことないじゃん。あるよあるよ。勉強机をゲーム机として使ってたっちゅうだけで勉強机はありましたけど、でもやっぱ削ると違うね。丸々も捨てちゃおうと思ってたから、この使える部分だけでもくり抜いてやっぱこう再利用できるとやっぱいいね。厚みもしっかりある丈夫な板だから、ここの部分がちゃぶ台ぐらいのあれにそうだねはなるかなるね。これはもうほんとあえて足はつけずによくこう使うときにそういう風に魚を切る用のあ、でもいいじゃん。板ちょうどいい大きいまな板になるよ。こういうのすごい切りやすいよ多分。まあ用途いろいろって感じだよ、別にこれはこんぐらいのサイズな。でもまた裏とかそういうのもせっかくなら削りたいね。そうだね。まあとりあえずは今回はこれでどうする。これはこのままじゃあれか、雨当たらんところに休憩所になんやじゃね、傾斜に立てかける。ちょっとこれを保管して、裏はやっぱ削ってないから、この違いだよね。逆に表と裏が何もしてない、この違い全面削ってまたニスまで塗ってってやればね、もっと多分あれになるね。ちょっとこれを傾斜に運んでいきます。まあまあこれでとりあえずは雨にも当たらないので、あ、いいね。ここにちょっとまた置いておきます。これはよし。じゃあね、今回無事こうしてまあ使える部分はしっかりきれいにできたということで、またいずれ使う機会もあると思いますが、今回はここまでにしておきたいと思います。ではお疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。